皆さんこんばんは。 THASMR です。今日は3月3日、耳の日ですね。今日はコツコツ耳かきをやりながら3にちなんだコーピングのお話をまたしていこうかなと思います。よかったら最後まで聞いてってください。綿棒もやります。それでは早速右耳からやっていきます。どうでしょうか。初めてのコツコツ耳かきです。痛くないでしょうか。コツ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 。コツ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 。今回は普段環境音などの録音に使ってる Zoom のハンディレコーダーを使ってコツコツ耳かきを行っています。はい、では左もやっていきますよ。コツ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 。痛くないですかね。音結構硬い音なので心配になります。コツ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 。はい、じゃあ右。さて本日3月3日は3のつく日、そしてコツコツといえば
つのいいこと、3 Good Things というメンタルケアの方法があります。感謝日記とも呼ばれてます。心理学者さんのマーティン・セリグマンって人が考案して簡単にできて効果の高いものと言われてます。3つのいいこと。やり方は簡単です。寝る前にその日に起きた良かったことを3つ何かノートやメモに書き出します。何でもいいんですよね。食べたもの、あれが美味しかったとか、買い物でセール品ゲットしたとか、信号のタイミングが良かったとか、お花が咲いてたとか、些細なことで十分です。それを寝る前に3つ何かノートやメモに書きます。当たり前に感じることとか、不幸に合わなかったことでもいいですよ。空気が美味しかったとか、誰ともぶつからなかったとか、無事に一日置いて布団に入れたとか、そしてそれがなぜ起きたのか、なぜそれが自分にとって良かったかなど、理由があったら一言添えます。理由が思いつかなかったら、その時どんな感覚だったか思い返してみてください。書けなくても布団に入って目をつむって思い浮かべるだけでも大丈夫です。これがメンタルいい習慣。この仕組みはですね、私たちの脳は作業とかが終わって一息ついたり、寝る前のお布団に入って何もしない状態になると、デフォルトモードネットワークという回路に切り替わります。これは脳がアイドリング状態になります。この時に私たちは生存本能であるネガティブバイアスという脳の仕組みが働いてしまいやすくなります。ネガティブバイアスは脳が自
回褒められても1回叱られたことばかり気になってしまう。そんな現象、誰にでも起こることなので、自然現象みたいなものですね。そしてそのネガティブバイアスが働くと、頭の中で反省会みたいなことが始まってしまいます。反省会、こうなると私たちの意識は今ここではなく、過去や未来へ勝手にさまよい出すんですね。これはマインドワンダリングというそうです。なんか難しい言葉が多くてすいません。ぐるぐる思考とかね、あと嫌なことを思い出したりして眠れなくなってしまうんで、なのでそのタイミングでこの3つのいいこと、3グッドシングスをやるといいそうです。そしてこの習慣を続けること、続けると何でしょうか。何がどうなるでしょうか。前回の動画を見た方ならわかるかもしれません。使えば使うほどその回路が太くなります。はい、神経可塑性ですね。脳の神経回路がポジティブな情報を見つけやすい状態に書き換わっていきます。というお話でした。毎日は忘れちゃうかもしれませんが、土日だけとか曜日を決めてやってみるのもいいかもしれませんね。というわけで3つのいいこと、3グッドシングスのお話でした。それじゃあ、あと綿棒やってきますね。じゃあ左からにしますね。それではやってきます。どうでしょうか。さっきの話ですが、もしよかったら早速今日あったいいことを私に教えてください。一つでもいいですよ。
私の番ですね。3つのいいこと。1つ目は、あなたが今これを聞いてくれていること。2つ目は、あなたが今ニコッとしてくれたこと。はい。それでは終わります。それでは今回はこの辺で、今年も3月3日は雨でしたね。先日そういえば今年初の花粉症のモーニングアタックを食らいました。今年もね、きっとカメムシが多い年になります。はい、それではまた。おやすみなさい。おやすみなさい。